古い図書館の番人。第1章。失われた書物の秘密。古びた町の片隅に誰もが忘れ去ったような古い図書館があった。薄暗い通りに面したその建物は長い間手入れされていないようで、外壁は苔に覆われ、窓は埃で曇っていた。だがその図書館には誰も知らない秘密が隠されているという噂があった。主人公の綾は大学の文学部に通う学生で、古い書物に魅了されていた。彼女は友人たちと一緒にこの図書館を訪れることに決めた。彼女の心の中には古い本の香りやページをめくる音がもたらす独特の感覚への憧れがあった。図書館の扉を開けると、古い木の床がきしむ音が響いた。薄暗い室内には無数の本が棚に並んでいたが、どれも埃をかぶっているようだった。綾は友人たちと一緒に本を探し始めた。彼女たちは古い書物の中に隠された物語を求めていた。この図書館、なんだか不気味だね、と友人のミカが言った。でも面白そうな本がたくさんありそう、と綾は微笑んだ。彼女たちは棚を一つ一つ見て回り、時折本を手に取ってはその内容を確認した。綾は特に古い本に目を奪われた。彼女はその中の一冊の本に手を伸ばした。それは表紙が擦り切れ、タイトルがほとんど読めないほどだった。それ、なんて書いてあるの？とミカが尋ねた。綾は本を開いてみた。ページは黄ばんでおり、文字はかすれていたが、彼女はその中に何か特別なものを感じた。ページをめくると、奇妙な図や古代の言語が書かれているのが見えた。これ、古代の魔法書みたいだよ、と綾は興奮した。その時、図書館の奥から低い声が聞こえた。それは触れてはいけない本だ。綾は驚いて振り返った。そこには年老いた男が立っていた。彼は図書館の番人で、長い白髪とひげを蓄え、深いシワの刻まれた顔をしていた。彼の目はまるで何世代にもわたる知恵を宿しているかのように輝いていた。あなたは誰ですか？と綾は尋ねた。私はこの図書館の番人だ。ここにある本はただの書物ではない。多くの人々がその力を求め、そして破滅をもたらした。彼の声は低く重みがあった。綾はその言葉に心を奪われた。この本にはどんな秘密が隠されているのですか？番人は一瞬黙り込み、やがて言った。その本は失われた書物の一つだ。古代の知識が詰まっているが、同時に危険も伴う。あなたがその本を手に取ることで何かが目覚めるかもしれない。綾はその言葉に興味をそそられた。彼女は古い書物が持つ力に魅了されていた。だが同時に恐れも感じていた。彼女は友人たちの顔を見た。彼女たちもまた興味津々の表情を浮かべていた。私たちはこの本を調べてみたいだけです。
何が書かれているのか知りたいんです。アヤは言った。万人は静かにうなずいた。だが、注意しなさい。知識には代償が伴う。あなたがその代償を払う覚悟があるのなら、進むがよい。アヤはその言葉を胸に刻み、再び本に目を戻した。彼女は、古代の魔法や失われた知識が詰まったこの本が、彼女の人生をどのように変えるのか、想像もつかなかった。その時、図書館の中に不気味な風が吹き抜け、アヤの心に不安がよぎった。彼女は、失われた書物の秘密を解き明かすための冒険が始まったことを感じていた。果たして、彼女はその先に待ち受ける運命に立ち向かうことができるのだろうか。第2章、万人の謎。アヤは古びた本を手にしたまま図書館の奥へと進んでいった。友人たちも彼女の後に続き、薄暗い空間に足を踏み入れた。周囲は静まり返り、時折古い本のページをめくる音だけが響いていた。アヤの心は期待と不安で高鳴っていた。この本、本当にすごいかもしれない。トミカが言った。でも、あの番人、何か隠している気がする。アヤはうなずいた。私もそう思う。彼の目には、何か特別なものが宿っていた。彼が知っていることがあるはず。彼女たちは図書館の奥にある小さなテーブルに本を置き、周囲を見回した。壁には古い地図や見たこともない生物の絵が飾られていた。アヤは再び本を開き、ページをめくり始めた。そこには古代の言語で書かれた呪文や神秘的な図形が描かれていた。これ、何かの儀式みたいだね。と友人のユウが言った。でもどうやって解読するのかわからない。とアヤはため息をついた。その時、図書館の奥から再び低い声が響いた。その本には、解読の鍵が隠されている。アヤたちは驚いて振り返った。万人が再び現れた。彼は静かに近づいてきて、アヤの肩越しに本を覗き込んだ。この書物はただの知識ではない。失われた書物には持ち主の意志が宿る。あなたがその意志を理解しなければ真の力を引き出すことはできない。どういうことですか？アヤは尋ねた。この本には過去の持ち主たちの思いが込められている。彼らはそれぞれ特別な目的を持ってこの知識を求めた。しかし、その目的が果たされることはなかった。あなたがこの本を手にすることで、彼らの意志を受け継ぐことになる。アヤはその言葉に心を奪われた。彼らの意志を受け継ぐ。それはどういう意味ですか？万人は一瞬黙り込み、やがて言った。あなたがこの本を解読することで、彼らの過去を知り、彼らの運命を変えることができるかもしれない。しかし、その代償は大きい。あなたはその覚悟があるのか？アヤは迷った。彼女は古代の知識を手に入れることに強い興味を抱いていたが、
その背後に潜む危険を感じていた友人たちも彼女の表情を見つめ、何かを感じ取っているようだった。私たちは知りたいです。過去のこと。そしてこの本の秘密を解き明かしたい。と綾は決意を込めて言った。万人は静かにうなずいた。ならば、まずはこの本の中にある呪文を解読しなさい。それがあなたたちの旅の始まりとなるだろう。綾は本を再び開き、呪文のページをじっくりと見つめた。彼女は古代の言語を解読するための手がかりを探し始めた。友人たちもそれぞれの知識を生かし、協力して呪文の意味を考えた。この部分、何かの儀式に関する記述かもしれない、とユウが指摘した。そうかも。ここに書かれているのは、特定の星の配置や、特定の時間に行うべきことについての指示だ。と綾は続けた。彼女たちは、呪文の内容を一つ一つ解読し、次第にその全貌が明らかになっていった。そこには、失われた書物の力を引き出すための儀式が記されていた。この儀式を行えば、過去の持ち主たちの意志を呼び起こすことができるかもしれない。と綾は興奮した。でも、どうやってその儀式を行うの？とミカが不安そうに尋ねた。それは、この図書館の中でヒントを見つけられるかもしれない。万人に聞いてみよう。と綾は提案した。彼女たちは再び万人のもとへ向かい、儀式を行うために必要なものを尋ねた。万人は静かに考え込み、やがて言った。この図書館には、過去の持ち主たちが残した道具が隠されている。それを見つけることで、儀式を行う準備が整うだろう。綾はその言葉に希望を抱いた。どこにあるのですか？それは、あなたたち自身が見つけなければならない。図書館の奥深くには、失われた知識が眠っている。あなたたちの探求心が、その道を切り開くのだ。綾は決意を新たにし、友人たちと共に図書館の奥へと進んでいった。彼女たちの心には、失われた書物の秘密を解き明かすための冒険が待っていることを確信していた。果たして、彼女たちは万人の謎を解き明かし、過去の持ち主たちの意志を受け継ぐことができるのだろうか。第3章、影の訪問者。綾たちは図書館の奥深くへと進んでいった。薄暗い通路を進むにつれて、周囲の空気が重く感じられ、何か不気味な気配が漂っていた。友人たちの顔にも緊張が走る。本当に大丈夫かな？とミカが小声でつぶやいた。大丈夫。私たちは一緒だよ。と綾は励ますように言ったが、自分自身も不安を感じていた。通路の先に古びた扉が見えた。綾はその扉に手をかけ、ゆっくりと開けた。中には埃をかぶった棚が並び、さまざまな道具や古い書物が散乱していた。彼女たちは目を輝かせながらその中を探索し始めた。これ、なんだろう？とユウが一つの小さな箱を見つけた。箱は金属製で、
複雑な模様が刻まれていた。開けてみて。とあやが興奮気味に言った。ゆうは慎重に箱を開けると、中には小さな石がいくつか入っていた。それぞれの石は異なる色をしており、どれも神秘的な輝きを放っていた。これ、もしかして儀式に使うものかもしれない。とあやは言った。その時、突然、背後から冷たい風が吹き抜け、あやたちは振り返った。すると、薄暗い影が一瞬だけ見えた。影はすぐに消え、何もない空間が広がっていた。今の、見た？トミカが震えながら言った。うん、何かいたよね。とあやも不安を感じた。もしかして、私たちが何かを探しているから、誰かが見張っているのかも。とユウが言った。あやはその言葉に考え込んだ。彼女たちがこの図書館に足を踏み入れたことが、何かの影響を及ぼしているのかもしれない。彼女たちは、再び探索を続けることにした。棚を一つ一つ調べていると、あやは古い巻物を見つけた。巻物は埃をかぶっていたが、彼女はそれを丁寧に取り扱い、広げてみた。そこには、儀式の詳細が記されていた。これだ。儀式の手順が書いてある。とあやは興奮して叫んだ。友人たちが集まり、巻物を覗き込んだ。儀式には、先ほど見つけた石を使うことが明記されていた。あやはその内容を読み進め、心が高鳴った。この儀式を行えば、過去の持ち主たちの意志を呼び起こせるかもしれない。でも、注意が必要だって書いてある。影の存在が現れる可能性があるって。その瞬間、再び冷たい風が吹き抜け、影が現れた。今度ははっきりとした形を持ち、あやたちの前に立ち尽くしていた。影は人の形をしているが、その顔は見えず、ただ黒い霧のようなもので覆われていた。お前たち、何をしに来た？影は低い声で問いかけた。あやは恐怖を感じながらも、勇気を振り絞って答えた。私たちは、この図書館の秘密を解き明かしに来た。過去の持ち主たちの意思を知りたいんです。影は一瞬静まり返り、やがて笑い声のようなものを発した。愚かな者たちよ。過去の意思を知ることは、時に命を懸けることになる。お前たちには、その覚悟があるのか？あやはその言葉に心が揺れた。彼女たちは、知識を求めるあまり、危険な道に足を踏み入れようとしているのかもしれない。しかし、彼女の心には、真実を知りたいという強い思いがあった。私たちは、知りたいです。過去のこと。そしてこの本の秘密を解き明かしたい。とあやは再び言った。影はしばらく黙っていたが、やがて言った。ならば、試練を受けるがよい。お前たちがその試練を乗り越えられなければ、真実は決して明らかにならない。影は手をかざし、周囲の空間が歪み始めた。あやたちは驚き、身を固くした。影の言葉が、彼女たちの運命を大きく変えることになるのかもしれない。試練を受ける準備はできているか？
影は再び問いかけた。綾は友人たちを見つめ、彼女たちの目に決意を見た。彼女たちは共にこの試練を乗り越える覚悟を決めた。はい、準備はできています。綾は力強く答えた。影は満足そうにうなずき、周囲の空間がさらに歪んでいく。綾たちは未知の試練に立ち向かうための一歩を踏み出した。果たして彼女たちは影の試練を乗り越え、過去の持ち主たちの意志を知ることができるのだろうか。第4章、禁じられたページ。綾たちは影の試練に挑むために図書館の奥深くへと進んでいった。周囲の空気はますます重く、緊張感が漂っていた。影が示した道を進むにつれて、彼女たちは不安と期待が入り混じった感情を抱えていた。この先に何が待っているんだろう。トミカがつぶやいた。わからないけど、私たちが進むしかないよ。と綾は言った。彼女の心には、真実を知りたいという強い思いがあった。通路の先に、古びた扉が見えた。扉には奇妙な模様が刻まれており、まるで何かを警告しているかのようだった。綾はその扉に手をかけ、ゆっくりと開けた。中には暗い部屋が広がっていた。壁には無数の本が並び、その中には禁じられた知識が詰まっているように感じられた。綾たちは恐る恐る部屋の中に足を踏み入れた。ここは何か特別な場所なのかなと優が言った。多分影が言っていた禁じられたページがある場所かもしれない。と綾は答えた。彼女たちは部屋の中央にある大きな机に近づいた。机の上には開かれた本が一冊置かれていた。そのページには奇妙な文字と絵が描かれており、まるで何かの儀式を示しているようだった。これ、なんて書いてあるんだろう。トミカが不安そうに言った。綾は本を手に取り、ページをめくった。すると、突然、部屋の空気が変わり、冷たい風が吹き抜けた。彼女たちは驚いて振り返ると、影が再び現れた。その本には触れてはならぬ禁じられた知識は、時に命を奪うことがある。と影は警告した。でも、私たちは真実を知りたいんです。と綾は叫んだ。影は静かに彼女を見つめ、やがて言った。真実を求める者には代償が伴う。お前たちがその代償を払う覚悟があるのか。綾は友人たちを見つめた。彼女たちの目には決意が宿っていた。綾は深呼吸し、影に向かって言った。私たちはどんな代償でも払います。真実を知りたいんです。影は一瞬黙り込み、やがてうなずいた。ならば、禁じられたページを開くがよい。しかし、心して書かれ、お前たちの選択が未来を変えることになる。綾は再び本に目を戻し、ページをめくることにした。すると、文字が光り始め、周囲の空間が揺れ動いた。
彼女たちはその光に引き寄せられるようにページの内容に集中した。ページには古代の儀式や禁じられた知識が詳細に記されていた。アヤはその中に影の存在や過去の持ち主たちの意志を呼び起こす方法が書かれていることに気づいた。これだ。私たちが探していたものがここにある。とアヤは興奮して叫んだ。しかし、その瞬間、部屋の空気が一変した。影が再び姿を現し、怒りの表情を浮かべていた。お前たちは、禁じられた知識を手に入れようとしている。だが、その代償は重いぞ。アヤは恐怖を感じながらも、決意を固めた。私たちは、真実を知るために進む。どんな代償でも受け入れる。影は一瞬驚いたように目を見開いたが、すぐに冷静さを取り戻した。ならば、試練を受けるがよい。お前たちがその試練を乗り越えられなければ、知識はお前たちを飲み込むことになる。影の言葉が響く中、アヤたちは覚悟を決めた。彼女たちは、禁じられたページの内容を理解し、影の試練に立ち向かう準備を整えた。私たちは、どんな試練でも乗り越える。とアヤは叫んだ。影は微笑み、周囲の空間が再び歪み始めた。アヤたちは、未知の試練に立ち向かうための一歩を踏み出した。果たして、彼女たちは禁じられた知識を手に入れ、影の試練を乗り越えることができるのだろうか。第5章、追跡者の影。アヤたちは、禁じられたページの内容を理解するために、影の試練に挑むことを決意した。周囲の空間が歪む中、彼女たちは一瞬のうちに異なる次元へと引き込まれた。目の前には、暗い霧に包まれた道が広がっていた。ここは、どこなの？トミカが不安そうに言った。わからないけど、影の試練が始まったんだと思う。とアヤは答えた。彼女の心臓は高鳴り、緊張感が漂っていた。道を進むにつれて、周囲の霧が徐々に晴れていくと、彼女たちは不気味な影が迫ってくるのを感じた。影は、まるで彼女たちを追いかけているかのようだった。早く進もう。何かが追いかけてきている。とユウが叫んだ。アヤたちは全力で走り出した。影は彼女たちの後ろに迫り、まるで彼女たちの恐怖を感じ取っているかのようだった。アヤは振り返ることができず、ただ前に進むことだけを考えた。この道を抜ければ、試練を乗り越えられるはず。とアヤは自分に言い聞かせた。しかし、影はますます近づいてきた。アヤたちは、道の先にある光を目指して走り続けた。光が近づくにつれて、影の姿も鮮明になっていく。彼女たちの心に恐怖が広がった。この影、何か知っているのかもしれない。トミカが言った。それなら、私たちが知るべきことを教えてもらおう。とアヤは叫んだ。その瞬間、影が彼女たちの前に立ちはだかった。影は、彼女たちの進行を阻むように、冷たい声で言った。
お前たちが求める真実は容易に手に入るものではない。試練を乗り越えなければ何も得られぬ。アヤは恐れを振り払い影に向かっていった。私たちは真実を知るためにここに来た。どんな試練でも受けて立つ。影は一瞬驚いたように目を見開いたが、すぐに冷静さを取り戻した。ならば試練を受けるがよい。お前たちの心の奥底に潜む恐怖を解き放つことになるだろう。影の言葉が響く中、アヤたちは心の中にある恐怖と向き合う覚悟を決めた。影は手をかざし、周囲の霧が再び濃くなり、彼女たちの視界を奪った。心の中の影を見つけ出せ。影は言った。アヤたちは霧の中で自分たちの心の声を聞こうとした。彼女たちの心の奥底には過去のトラウマや不安が渦巻いていた。それを乗り越えなければ試練をクリアすることはできない。私たちの恐怖は私たち自身が作り出したものだとユウが言った。それを乗り越えればきっと道は開ける。アヤはうなずき、心の中の恐怖に立ち向かう決意を固めた。私たちは過去を受け入れ前に進む。霧が晴れ始め、彼女たちの心の中にある影が姿を現した。それは彼女たちの過去の失敗や後悔、恐れの象徴だった。アヤはその影を見つめ、心の中で叫んだ。もう逃げない。私たちはこれを乗り越える。影は一瞬ひるんだように見えたが、すぐに反撃してきた。アヤたちは心の中の影と戦うために互いに手を取り合った。彼女たちの絆が恐怖を打ち破る力となった。私たちは仲間だ。トミカが叫んだ。一緒に乗り越えようとユウも続けた。アヤはその言葉に勇気をもらい、心の中の影に立ち向かう。彼女たちの絆が影を弱めていくのを感じた。やがて影は消え去り、彼女たちの心に光が差し込んできた。やった。私たち乗り越えたとアヤは喜びを叫んだ。影は再び現れ、彼女たちを見つめた。お前たちは恐怖を乗り越えた。だが真実はまだ遠い。次の試練が待っている。アヤたちは影の言葉を受け止めながらも心の中に新たな力を感じていた。彼女たちは次の試練に向けて進む準備が整った。果たして彼女たちはさらなる試練を乗り越え、真実にたどり着くことができるのだろうか。第6章、友情への疑念。アヤたちは影との試練を乗り越えたことで、心の中に新たな力を感じていた。しかし、次の試練が待っていることを知り、緊張感が再び彼女たちを包んだ。霧が晴れた先には、古びた石造りの扉が立ちはだかっていた。この扉を開ければ、次の試練が始まるのかな。トミカが言った。そうだと思う。でも、私たちなら大丈夫。これまでの経験があるから。とアヤは自信を持って答えた。
優は扉に手をかけ、ゆっくりと押し開けた。扉の向こうには暗い洞窟が広がっていた。彼女たちは一歩踏み出し、洞窟の中へと進んでいった。洞窟の中は静まり返っており、彼女たちの足音だけが響いていた。やがて洞窟の奥からかすかな光が見えてきた。アヤたちはその光を目指して進んだ。光の先には広い空間が広がっていた。中央には大きな石の祭壇があり、その上には不思議な光を放つクリスタルが置かれていた。アヤたちはそのクリスタルに引き寄せられるように近づいた。これが次の試練の鍵なのかもしれない、とユウが言った。しかし、クリスタルに触れた瞬間、洞窟の壁が揺れ、暗い影が現れた。それは彼女たちの心の中に潜む疑念や不安を具現化したような存在だった。お前たちの友情は本当に強いのか？影は冷たい声で問いかけた。裏切りの影がいつでもお前たちを狙っている。アヤはその言葉に動揺した。私たちは信じ合っている。裏切りなんてありえない。影は笑いながら言った。では試してみるがよい。お前たちの中に潜む真実を暴いてやろう。その瞬間、アヤ、ミカ、ユウの間に亀裂が生じた。彼女たちの心の中にある不安が次々と浮かび上がってきた。アヤはミカが自分を裏切るのではないかという恐れを感じた。ミカ、あなたは本当に私の味方なの？アヤは思わず問いかけた。何を言っているの？私たちは友達でしょ。ミカは驚いた表情を浮かべた。ユウも不安そうに言った。私たちの絆はそんなことで壊れないはずだ。しかし、影はその不安をさらに煽るように言った。お前たちの心の中には裏切りの種が潜んでいる。誰かが誰かを裏切ることになるだろう。アヤは心の中で葛藤した。彼女はミカやユウを信じたいと思っていたが、影の言葉が心に影を落としていた。彼女たちの友情が試されているのだと感じた。私たちの友情は試練を乗り越えることで強くなるはずだ、とユウが叫んだ。信じ合おう。その言葉にアヤは勇気をもらった。そうだ、私たちは一緒にいる。どんな試練でも乗り越えられる。ミカもうなずき、3人は手を取り合った。影はその様子を見て、さらに激しく攻撃してきた。彼女たちの心の中にある疑念や不安が影の力を強めていく。お前たちの絆は脆いものだ。裏切りの瞬間が訪れるのはそう遠くない。影は嘲笑いながら言った。アヤはその言葉に負けず、心の中で叫んだ。私たちはどんな困難も乗り越える。友情は裏切りに負けない。その瞬間、彼女たちの心の中に光が差し込んできた。友情の力が影を打ち破る力となった。影は次第に弱まり、やがて消え去った。やったー。私たち乗り越えた。トミカが喜びを叫んだ。しかし、アヤの心にはまだ不安が残っていた。影の言葉が
彼女の心に深く刻まれていたからだ。果たして彼女たちの友情は本当に揺るがないのだろうか。次の試練が待っている。私たちの絆を試すものが。優が言った。綾はその言葉を聞き、心を引き締めた。友情と裏切りの狭間で彼女たちはどのように進んでいくのか。次の試練が彼女たちの運命を大きく変えることになるのかもしれなかった。第7章、時間の迷宮。綾、ミカ、優の3人は影との試練を乗り越えたものの、心の中には依然として不安が残っていた。彼女たちは次の試練に向かうため洞窟の奥へと進んでいった。すると突然周囲の景色が変わり始めた。ここはどこ？ミカが周りを見回した。彼女たちが立っているのはまるで異次元のような場所だった。空間は歪み、時間が流れる感覚がまるで異なっている。時間の迷宮だ。優がつぶやいた。私たちの心の中の不安が時間を歪めているのかもしれない。その瞬間、目の前に巨大な時計のような装置が現れた。針は狂ったように回り続け、周囲の景色もそれに合わせて変わっていく。綾はその装置に近づき、何か手がかりがないか探し始めた。この時計、何かの暗号になっているのかもしれない。と綾が言った。私たちが過去の出来事を思い出すことで、道が開けるのかも。過去の出来事？ミカは考え込んだ。私たちの友情が試された瞬間を思い出す必要があるのかな。優はうなずき、3人はそれぞれの心の中にある思い出を掘り起こし始めた。綾は初めてミカと出会った日のことを思い出した。彼女の明るい笑顔がどれほど自分を救ってくれたか。私たちが初めて一緒に遊んだ時、楽しかったよね、と綾が言った。そうだね。あの時は本当に楽しかった。ミカも笑顔を見せた。次に優は彼女たちが共に困難を乗り越えた瞬間を思い出した。私たちが一緒に挑戦したあの試練、あの時の絆が今の私たちを作っているんだ。その言葉に綾とミカもうなずいた。彼女たちは共に支え合える友情の大切さを再確認し、心の中に温かい光を感じた。この光が時間の迷宮を抜け出す手助けになるはず。綾が叫んだ。すると時計の針が一瞬止まり、周囲の景色が静まり返った。3人はその瞬間を逃さず、心の中の光を時計に向けて放った。すると時計が光に包まれ、次第にその形が変わり始めた。これだ。私たちの絆が時間を超える力になる。優が叫んだ。光が強くなると周囲の景色が一変し、彼女たちは再び洞窟の中に戻っていた。しかし今度は明るい光に包まれた空間だった。彼女たちの心の中の不安が消え去り、代わりに強い絆が芽生えていた。私たち、時間の迷宮を抜け出したんだ。
ミカが喜びを表現した。でもこれからも試練は続く。私たちの友情が試される瞬間がまだまだ待っているかもしれない。とユウが言った。アヤはその言葉にうなずき、心を引き締めた。どんな試練が来ても私たちは一緒に乗り越える。友情はどんな時でも私たちを支えてくれるから。3人は手を取り合い、次の試練に向かって進んでいった。彼女たちの心には友情の力が確かに宿っていた。次の試練が何であれ、彼女たちはそれを乗り越える準備ができていた。第8章、過去の亡霊。洞窟の奥深くへと進むアヤ、ミカ、ユウの3人は次の試練に直面する準備を整えていた。彼女たちの心には時間の迷宮を乗り越えた自信が宿っていたが、同時に不安も感じていた。過去の出来事が今の彼女たちにどのように影響を与えるのか、誰も予測できなかったからだ。次は何が待っているのかな。ミカが不安そうに言った。過去の亡霊という名前からして私たちの過去に関わる何かが出てくるのかもしれないとユウが答えた。その瞬間、洞窟の壁が揺れ、暗い影が彼女たちの周りに現れた。影は次第に形をなし、彼女たちの過去の姿を映し出すかのようにさまざまなシーンが浮かび上がった。これは私たちの過去？アヤが驚きの声を上げた。目の前には彼女たちが経験した数々の出来事が映し出されていた。楽しかった思い出、悲しかった瞬間、そしてお互いに傷つけ合ったことも。過去の亡霊たちは彼女たちの心の奥深くに潜む感情を呼び起こしていた。私たちが忘れたくても忘れられない瞬間、ミカがつぶやいた。これらの亡霊は私たちが乗り越えなければならない試練なのかもしれないとユウが言った。過去を受け入れ前に進むために、アヤは亡霊たちに向かって一歩踏み出した。私たちは過去の出来事を否定するつもりはない。私たちの成長の一部だから。すると亡霊たちは一瞬静まり返り、彼女たちの言葉を受け入れるかのように姿を変え始めた。過去の出来事が彼女たちの心の中でどのように影響を与えたのかを示すように映像が変わっていく。私たちが傷つけ合った時、どうしてあんなことを言ってしまったのか、ミカが涙を浮かべながら言った。でもあの時のことがあったからこそ今の私たちがいるんだ。ユウもうなずき、過去の亡霊たちに向かって言った。私たちは過去の出来事を受け入れ、そこから学んで成長してきた。だからもう恐れない。アヤは亡霊たちに微笑みかけた。私たちの過去は私たちの一部。どんなに辛いことがあっても私たちはそれを乗り越えてきた。そう言った途端に亡霊たちは光に包まれ次第に消えていった。彼女たちの心の中にあった重荷が軽くなり、
過去の出来事が彼女たちの成長の証であることを実感した私たち。過去を受け入れたんだね。とミカが微笑んだ。これで次の試練に進む準備ができた。とユウが言った。アヤは二人を見つめ、力強くうなずいた。私たちの絆は、過去の亡霊を乗り越えたことで、さらに強くなった。どんな試練が待っていても、私たちは一緒に乗り越える。三人は手を取り合い、次の道へと進んでいった。彼女たちの心には、過去の亡霊を受け入れたことで得た新たな力が宿っていた。未来に待ち受ける試練に向けて、彼女たちは一歩ずつ進んでいくのだった。第9章、最後の試練。洞窟の奥深く、アヤ、ミカ、ユウの3人は、過去の亡霊を乗り越えたことで得た新たな力を胸に、最後の試練に挑む準備を整えていた。洞窟の空気は重く、緊張感が漂っていた。彼女たちの心には、これまでの旅で培った絆と経験が宿っていたが、最後の試練がどのようなものであるかは誰にもわからなかった。これが最後の試練だと思うと、少し緊張するね。とミカが言った。でも、私たちは一緒に乗り越えてきた。どんな試練でも乗り越えられるはず。とユウが励ました。アヤは深呼吸をし、前を見据えた。私たちの力を信じよう。どんな困難が待っていても、私たちの絆があれば大丈夫。その時、洞窟の奥から光が差し込み、巨大な扉が現れた。扉には古代の文字が刻まれており、彼女たちに向かって語りかけているかのようだった。この扉を開けるには、真実の心を持たなければならない。と、扉の向こうから声が響いた。お前たちの心の中にある最も深い恐れと向き合い、それを乗り越えなければならない。最も深い恐れ。アヤが不安そうにつぶやいた。私たちの心の中にあるものを見せられるのかもしれない。とユウが言った。でも、私たちはもう過去を受け入れた。恐れを乗り越えることができるはず。三人は手を取り合い、扉の前に立った。アヤが扉に手をかけると、扉はゆっくりと開き、眩しい光が彼女たちを包み込んだ。光の中で、彼女たちはそれぞれの心の中に潜む恐れを目の当たりにした。アヤは、自分が大切な人を失うことへの恐れを、ミカは自分の能力に対する不安を、ユウは仲間を傷つけてしまうことへの恐れを見つめていた。これが私たちの恐れ。ミカが震える声で言った。でも、私たちはそれを乗り越えなければならない。恐れは私たちを縛るものではない。私たちが成長するための試練だ。とユウが言った。一緒に乗り越えよう。アヤは心の中の恐れに向き合い、強く言った。私は、失うことを恐れない。大切な人たちと共にいることが、私の力になる。ミカも続けた。私は、自分の能力を信じる。失敗を恐れず、挑戦し続けることが大切だ。ユウは深く息を吸い込み、
私は仲間を大切にする。どんな時でも支え合うことが私たちの絆を強くする。その瞬間、彼女たちの恐れは光に包まれ、次第に消えていった。心の中の重荷が軽くなり、彼女たちは新たな力を感じた。私たちは恐れを乗り越えたんだとアヤが微笑んだ。これで最後の試練を乗り越えたことになるのかな。ミカが期待を込めて言った。そうだ、私たちの絆がどんな試練も乗り越えさせてくれるとユウが答えた。扉の向こうには明るい光が広がっていた。3人は手を取り合い、光の中へと進んでいった。彼女たちの心には恐れを乗り越えたことで得た新たな自信と絆が宿っていた。光の中で彼女たちは未来への希望を感じながら最後の試練を乗り越えたことを実感した。これから待ち受ける新たな冒険に向けて彼女たちは一歩ずつ進んでいくのだった。第10章、新たな始まり。光の中を進んだアヤ、ミカ、ユウはやがて広大な草原にたどり着いた。そこは彼女たちがこれまでの旅で見たどの場所とも異なり、青空が広がり、色とりどりの花々が咲き乱れていた。心地よい風が吹き抜け、彼女たちの心を軽やかにしてくれた。ここはどこだろう。ミカが周囲を見回しながら言った。おそらく私たちの試練を乗り越えた先に待っていた場所だと思うとユウが答えた。新たな始まりを迎えるための場所かもしれない。アヤは草原の中心に立つ一本の大きな木を見つけた。その木は力強く根を張り枝を広げていた。あの木の下に行ってみよう。何か特別な意味があるかもしれない。3人は木の下に集まり、その大きな幹に手を触れた。すると木がかすかに光り始め、彼女たちの心の中に温かい感覚が広がった。この木は私たちの絆を象徴しているのかもしれないとアヤが言った。私たちが共に乗り越えた試練や経験がこの木の力になっているんだ。私たちの旅は終わったわけじゃない。これからも新たな冒険が待っているとミカが言った。でも今はこの瞬間を大切にしよう。ユウは木の下に座り込み、周囲の美しさを楽しんだ。私たちが成長した証を感じる。これからも互いに支え合いながら進んでいこう。その時、木の周りに小さな光が集まり始めた。光は次第に形をなし、彼女たちの前に一人の精霊が現れた。精霊は優しい笑顔を浮かべ、彼女たちに語りかけた。お前たちは恐れを乗り越え、真実の心を持ってこの場所にたどり着いた。これからの旅はお前たち自身が作り出すものだ。私たちが作り出す？アヤが驚きながら尋ねた。そうだ、お前たちの選択と行動が未来を形作る。恐れずに進み、互いに助け合いながら新たな道を切り開いていくのだと精霊は続けた。私たちの力を信じて
未来を作る。ミカが感慨深く言った。私たちの絆があればどんな困難も乗り越えられる。とユウが力強く言った。精霊は微笑み、光の中に消えていった。彼女たちはその言葉を胸に刻み、新たな始まりを迎える準備を整えた。これからどんな冒険が待っているのかな。アヤが期待を込めて言った。きっと素晴らしいことがたくさん待っているよ。とミカが答えた。私たちの旅はまだ始まったばかりだ。さあ行こう、新たな未来へ向かって。とユウが言い、3人は手を取り合い草原を歩き始めた。彼女たちの心には恐れを乗り越えた自信と互いに支え合う絆が宿っていた。新たな冒険が待つ未来に向かって彼女たちは一歩ずつ進んでいくのだった。そして彼女たちの物語はここから新たな章を迎えることになる。未来は未知であり可能性に満ちている。彼女たちの旅はこれからも続いていくのだ。